こんにちは、ペンタロウです。爆裂値上げでバイクユーザーを恐怖のどん底に落としたホンダ GB350。値上がったからには強烈な進化を遂げたのか、新しいモデルの変更点とスタンダード SC の違いなどをまとめてみます。1、2026年モデル。6月末に発表された新モデルでは、スタンダードと S が変更されました。発売日は8月28日を予定しています。昨年発売されたばかりの C は今のところそのまま継続です。まず色から見ていきましょう。スタンダードの色は青白のツートンが追加されました。あとは単色の白と黒が2色あって計3色です。白と黒は昨年モデルにもありましたが、今回少し変わっていて、色の名前もクラシカルホワイト、マットバリスティックブラックメタリックと変更されました。白は見た目少しアイボリー寄りになっているようです。青白ツートンの方はパールホークスアイブルーという名前で、国内の GB では初のツートンです。ペンタロウが買うとしたらこれを選びそうですね。 S は全モデルの水色、グレー、黒からダークグレーとシルバーの2色になりました。色の名前はヘビーグレーメタリック U とベータシルバーメタリックで、グレーは全モデルよりダークになっています。 C は継続で水色っぽいプコブルーと黒に茶色シートのガンメタルブラックメタリックの2色展開です。色によって値段が違うので後ほど価格でまとめます。販売台数は4500台です。過去の販売実績は2022年が12197台、2023年が6208台、2024年が4692台と、発売当初以降は年々縮小しているようで、それを見込んだ数字になっているようです。ちなみに昨年の GB350 は 125cc クラス以下を除く総合ランキングで5位の販売台数でした。価格は購入希望者を奈落の底に落とす勢いの爆裂大幅値上げです。 GB350 スタンダードは青白ツートンのパークホークスアイブルーが67万1000円、消費税抜き61万円、単色のマットバリスティックブラックメタリックとクラシカルホワイトが64万9000円、消費税抜き59万円。値上げ割合はどれくらいかというと、前年モデルが本体51万円だったので、単色がなんと 15.7% 値上げ、ツートンに至っては 19.6% の値上げということになります。いきなりの2割アップは衝撃で、ペンタロウは魂抜けそうでした。 GB350S の価格はヘビーグレーメタリック U が71万5000円、消費税抜き65万円、ベータシルバーメタリックが69万3000円、消費税抜き63万円。こちらは前年モデルの税抜き55万円からそれぞれ 14.5%、18.2% アップ、およそスタンダードと同レベルの値上げです。今年発売された CB1300 ファイナルエディションが 10% の15万円値上げで戦慄させてくれましたが、その日ではない割合で値上げされました。これはきっと今回の GB350 はものすごい大幅な性能向上などがあったのでしょうと思いますよね。ということで、爆裂値上げにふさわしいであろうはずの変更点を見ていきます。まずはメーターデザインが変わりました。メーカーによると、文字盤を新たなデザインにしたほか、縁取る装飾リングをメッキとすることで上質感を演出しています。とのことで、文字盤はスピードメーターの数字が変わったようです。リングは以前マットだったので、ちょっと変化を感じるでしょうか。2つ目はヘッドライトで、透過類はヘッドライトの照射範囲を夜間時の視認性により配慮した特性に変更しています。とのことです。夜少し見やすくなるようです。とはいえ LED なので特性上光が拡散せず、性能的に限界があるので過度な期待はしない方が良いでしょう。3つ目はテールランプ。テールランプのレンズをスモーク調にすることでシャープでよりスタイリッシュな印象としています。となっています。気持ち雰囲気が変わるでしょうか。変更点は以上です。さすが2割アップするだけありますね。これだけレベルアップするなら値上げもやむなしでしょうと思う人はどれだけいるでしょう。やはり世界のホンダ、肝の座り方のスケールが違います。実際今までがバーゲンプライスだったということで文句言うなというメッセージだと思います。2、モデルごとの特徴では、ここでスタンダード SC の特徴を整理してみます。スタンダードモデルは車重 179kg、シート高 800mm、車体サイズは長さ 2180mm、幅 790mm、高さ 1105mm とそれなりにボリューム感があります。見た目にはメッキマフラーで光沢感があり、グラブバー装備、レザーっぽい質感のシートとクラシック感に寄せています。フロントタイヤサイズは19インチ、リアタイヤサイズは18インチです。シフトペダルはかかとでシフトアップできるシーソータイプで、つま先だけで普通にもできます。なんなら革靴でも乗れないことはありません。ステップは前の方についていて足に干渉しにくいので、シート
高の割に地面が遠いと感じることはないと思います。膝の曲がりが緩やかになるので、身長が高い人も窮屈感は緩和されそうです。S は車重 178kg、シート高 800mm、車体サイズは長さ 2175mm、幅 780mm、高さ 1100mm、スタンダードモデルとサイズ感は同じです。見た目はややスポーティーに振られていて、スウェード調のシートとすっきりまとまったテール周りになっています。要注意ポイントはステップ1で、スタンダードに比べて後ろにステップがあるので、人によって干渉しやすいです。シート高を気にする人は S は避けた方が無難でしょう。シフトペダルもシーソーペダルではなく普通のつま先タイプです。 C は車重 186kg とやや重めで、シート高は他と同じ 800mm です。車体サイズは長さ 2205mm、幅 790mm、高さ 1105mm と気持ち程度長めくらいで、実際のサイズ感は大差ありません。ステップ位置やシフトペダルなど各部の仕様はスタンダードモデルとおよそ同じです。サスペンションやマフラーには差があり、マフラーの音はやや違います。排気部が下に離れているため音が小さく感じるのかもしれません。走行感覚も少し違いがあります。3、違いのまとめ。3つのモデルの違いをまとめると、スタンダードと C がシーソーペダルで前目のステップ位置、リア18インチタイヤです。それに対して S は普通のシフトペダルで干渉しやすいステップ位置、リア17インチタイヤです。またスタンダードと S に対して C はよりクラシックに寄せていて多少車重があり、型式も NC59、NC64 と一応別モデル扱いになっています。おそらくチェックポイントの一番は S のステップ位置だと思うので、足つきに不安を感じる人は実際に確認すると良いです。それ以外はクラシックテイストを求めるなら C かスタンダード、スポーティーに走りたいなら S の方が向いていますが、実際スポーティーを目指すなら他のバイクの方が適しています。70万円出すならヤマハの YZF-R3 や MT-03 などの方が圧倒的にアグレッシブに走れるので、 GB350S は価格アップとともに微妙な存在になりつつあります。4、類似バイク。同じ系統の丸めクラシックモデルはなんだかんだいろいろあって、日本のほか世界でも一部地域で人気があるようです。ロイヤルエンフィールド。ロイヤルエンフィールドは主に350シリーズ、650シリーズが主力で、350はクラシック、ハンター、メテオ、ブリッドがあります。クラシックは GB350C に近い系統で、メーター周りなども含めよりクラシック感があります。価格は仕様により70万円前後となっています。ハンターはより現代的なフォルムで、タイヤも前後17インチ、GB350S よりスポーティー感があって、価格は65万円前後とリーズナブルですが、輸入車は謎費用のオンパレードで水増しされるので、結果的に多分 GB の方が安いです。ブリッドはクラシックほどオーセンティックなイメージではなく、 GB350 のスタンダードモデルに近いでしょうか。こちらの価格も70万円前後です。メテオはクルーザースタイルで、価格は70万円から75万円。ホンダのレベル250より鼓動感があってパワーもあるので良いですが、例によって外車水増しされてそこそこの値段になるため、なんなら川崎エリミネーターを買った方がコスパは良さそうです。パワーを求める人は650シリーズもあるので、丸めクラシック系が好きな人はロイヤルエンフィールドを覗きに行くと気に入ったものに出会えるかもしれません。トライアンフ。トライアンフは丸めクラシックが多数ありますが、中型排気量ではスピード400があります。 GB に比べると現代的なフォルムで、パワートルクともに圧倒的に高性能、スポーティーな走りをしたいならこちらの方が満足度が高そうです。トライアンフはボンネビルシリーズなど排気量大きめカテゴリーにもクラシックスタイルがあります。川崎 W230 目黒 S1。川崎が2024年末に発売したニューモデル W230 と目黒 S1 は順調に販売台数を積み上げています。 230cc なのでパワーはあまりなく、もともとオフロードの KLX の派生モデルのため、フィーリングは軽量オフロードそのものです。 GB350 の方が走りの質感は高く、パワーもあるため走りやすい場面が多いです。その分 W230 は軽くて気軽に扱えるので、近所の足にも使いやすく、シート高も低いので身長が低めでも大丈夫なフレンドリーバイクとなっています。ヤマハ SR400。 ヤマハ SR400 は2021年に生産終了しましたが、 GB350 は SR からバトンタッチするかのごとく発売されました。 SR400 は50年近く前に初代が発売されてからほとんど変化することなく継続されてきたので、設計自体に歴史を感じるフィーリング、より本物を味わいたいなら SR400 が良いでしょう。ただしキックスタート縛り、バランサーのないエンジンからの大量の振動は初め驚くかもしれません。一部の変態さん以外は GB の方が幸せですが、魅力がわかると病みつきになってしまうとても素晴らしいバイクです。
世界的にもだんだん丸め系統に戻ってくる流れもあるのか、このカテゴリーもそれなりに充実しています。 CB1300 が終了しても CB1000F が出るなど、今後も気になるモデルが出てきそうなので、良いものを見つけたら紹介していきます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。